皆さん、こんにちは。私はアヤンディです。私の YouTube チャンネルへようこそ。今日はオイラグループと非オイラグループについて発表します。それから始めましょう。皆さんは GPS や SN または Google Maps などを使ったことがありますか？実はこれらのシステムの裏にはグループ理論が使われています。グラフ理論は物と物のつながりや関係を分析するための重要な数学の分野です。今日はその中でもとても有名なオイラーグループについて学びます。また、オイラーロ、オイラーヘイロ、非オイラーグラフ、そして判定方法についても説明します。最後には簡単な例を使って実際にどうやって判定することに学びます。まず、この発表の目標を説明します。この発表の最後には、皆さんはオイラーロとオイラーヘイローの意味を理解できるようになります。また、オイラーグラフと非オイラーグラフの違いを説明できるようになります。そして、グラフの象形を見て、それがオイラーグラフかどうかを判断できるようになります。最後に実際の問題を解くなら、基礎の頂点の数を調べて正しく判定できるようになります。これが今日の学習目標です。ではまずグラフ理論について学びましょう。グラフ理論は数学の一つの分野です。これは頂点と変量関係を研究する理論です。グラフをとても簡単な構造ですが、実際には非常に推移分析のための道具です。例えば、人の人と関係、街と街のつながり、コンピューターとコンピューターのつながり。これからすべてをグラフで表すことができます。だから、グラフ理論はコンピューターサイエンス、情報工学、データ分析などで広く使われています。今日は学ぶオイラグラフも、このグラフ理論の重要な点の一つです。ここでグラフ理論の応用例を見てみましょう。まず、ソーシャルメディアネットワークです。ソーシャルメディアでは、ユーザーは頂点なして現せ、友達関係やフォロー関係は返信として現れます。次に GPS ナビゲーションシステムです。GPS はグラフ理論を作って最短で最高のルートを見つけます。グラフ理論は通信ネットワークにも利用されています。
それはコンピューターやサーバーがどのように接続されているかを分析するのに役立ちます。今夜にグループ理論は私たちの日常選択肢における重要な役割を果たしています。次に重要な効果を確信しましょう。グラフとは頂点と変身でできるオール構造です。頂点ではポイントや位置を表します。例えば、人、都市、またはコンピューターは頂点として表すことができます。変身とは二つと実を表すことができます。変身とは二つの頂点をつなぐ線です。例えば、道や関係は変身として表すことができます。もう一つの重要な用語を例句です。頂点の例句とは、それにがっている変身の数です。最後に連結グラフですべての頂点ががっているグラフのことです。これらのヨガは次のスラレイテでよくデータ来るので覚えておいてください。これからオイラマスについて話しましょう。オイラパスとはすべての返信のちょうど一度だけ通るパスのことです。最も重要なポイントはちょうど一度というところです。同じ返信を二度とすことはできません。すべての返信は一度だけ通らなければなりません。オイラパーズにおきては、開始点と終了点が同じである必要はありません。パスはある頂点から始まって別の頂点で終わることもできます。これがオイラパスの収容の特徴です。次に、オイラサーキットについて学びましょう。オイラサーキットはオイラパズルと非常に似たものです。両方の場合においてすべての返信はちょうど一度だけ使われます。しかし一つ重要な違いがあります。おいらサイキットは始まった頂点と同じ頂点で追わなければなりません。例えば、パズルが頂点 A から始まった場合、すべての返信を10日後にまた頂点 A にもばなければなりません。これがオイラサイキットの呼ばれます。だから、オイラサーキットはオイラパーズの特別な形と考えることができます。これはオイラグラフを理解するために必要な概念です。次に、オイラグラフの
歴史について学びましょう。オイラーという名前は数学者リオンナード・オエラルから来ています。彼は18世紀で最も有名な数学者の一つできた。彼は数学だけでなく、物理工学にも大きく貢献をしました。1736年に彼はコンギバーグの7つの橋という面白い問題に取り掛かりました。この問題を分析する中で彼は新しい考え方を生き出しました。これが後にグラフ理論の始まりになりました。だからオイラーをよく理論の父呼ばれます。次にこの有名な問題を見てみましょう。昔、コニクスバーグのいう町がありました。その町には川があり、7つの橋でいくつかの島がつながっていました。人々は面白い質問をしました。すべての橋をちょうど一度だけ渡って、始まりの場所に戻ることはできるのか。これがコングスブーグの7つの橋問題です。はじめは簡単に見えるのですが、実際には非常に難しい問題でした。オイラーはこの町を頂点と変身で表し、数が固定に分析しましたか。そして、これが不可能であることを証明しました。この研究がグラフ理論の始まりになりました。次に、オイラーグラフの定義について学びましょう。オイラーグラフのは、オイラーサーキットを持つ連結グラフのことです。言い換えれば、すべての変身をちょうど一度だけ取って始まりの頂点に戻ることができるグラフです。二つの重要な条件があります。すべての変身はちょうど一度だけ使われます。そして、始まりの頂点に戻らなければなりません。この条件が満たされている場合、そのグラフはオイラーグルーフの呼ばれます。これは今日のプレゼンテーションで最も重要な定語な必須です。次にグラフがオイラーグルーフかどうかをどうやって判断するかを学びましょう。オイラーグルーフであるかどうかを知らすためには2つの重要な条件があります。まず、グラフは連結していなければなりません。すべての頂点がつながっている必要があります。
次にすべての頂点のデグが偶数である、ある必要があります。偶数とは2、4、6、8などの数字です。魔所頂点のデグが3や5のように奇数である場合、そのグループはオイラーグループにはなりません。だから、連結性とすべての頂点の偶数、デグが非常に重要です。次に、オイラーパズーの条件について学びましょう。まず、グラフは連結していなければなりません。次に、ちょうど2つの頂点デキが奇数デクを持っている必要があります。なぜ2つなのかというと、1つが開始点で、もう1つが終了点になるからです。もしちょうど2つに奇数でく頂点があれば、そこの位置から始まっても、左の頂点で終わることができます。だから、オイラーパズーが存在することになります。それは非常に重要な試験のポイントです。これから非オイラーグラフについて学びましょう。非オイラーグラフとは、オイラーの条件を満たさないグラフのことです。例えば、グラフが連結できない場合です。または、必須デグの頂点が3つ以上ある場合です。そして場合には、オイラーパスよ、オイラーサーキットは存在できません。だから、頂点のデグを確認することは非常に重要です。次にルールをまとめましょう。傷、頂点がセロの場合、オイラーサイキットが存在します。だから、そのグラフはオイラーグラフです。奇数、頂点がちょうど2つの場合、オイラーパズが存在します。しかし、オイラーサーキットは存在しません。傷、頂点が3つ以上に場合、非オイラーグラフです。これらのルールを覚えることで、ほとんどの問題を簡単に解くことができます。だから、これらのルールをよく覚えてください。次に、エクサンプル1を見てみましょう。まず、すべての頂点のデグを確認します。頂点 A のデグは2です。頂点 B のデグも2です。頂点 C のデグも2です。頂点 D のデグも2です。だから、すべての頂点は偶数デグを持っています。次にグラフが連結しているかを確認します。見ての通り、すべての頂点はつながっています。だから、このグラフは連結グラフです。今、ルールを投用します。すべての頂点が偶数デグであり、そしてグラフが
連結しているため、このグラフはオイラーグラフです。そして、オイラーサーキットも存在します。これはオイラーグラフの簡単な例です。次に、エクサンプル2を見てみましょう。まず、すべての頂点の出具を見つけます。A1、B2、C2、D1。ここで頂点 A と D は奇数出具を持っています。だから奇数出具の頂点はちょうど2つあります。このグラフは連結しています。だから、オイラーパーズの条件は満たされています。よって、このグラフにはオイラーパーズが存在します。しかし、すべての知見が偶数デグではありません。だから、オイラーサーキットは存在しません。これは、オイラーパーソは存在するが、オイラーサーキッターは存在しない例です。次に、エクサンプル3の見てみましょう。A3、B2、C2、D1。ここで A と D が奇数デグの頂点です。だから、奇数デグの頂点はちょうど2つあります。このグラフは連結しているため、オイラーパーズが存在します。しかし、オイラーサーキットは存在しません。この例から、奇数デグの頂点の数が非常に重要だったデータわかります。問題を解くときは、まず頂点の出具を確認することを忘れんでください。次に、オイラーグループを判断するための手順をまとめましょう。まず、グラフが連結しているかを確認します。もし、連結でなければ、オイラーグループにはなりません。次に、すべての頂点の出具を見つけます。そして、奇数出具の頂点の数を数えます。もし奇数出具の頂点が0なら、オイラーグループです。もし2つなら、オイラーパズが存在します。もし3つ以上なら、非オイラーグラフです。この手順を使うことで、ほとんどの問題を簡単に解くことができます。次に、オイラーグラフの応用について見てみましょう。まず、配達や郵便、サビンズです。配達作業所は同じルートを繰り返さないようにします。オイラーの概念はルートプランニングに役立ちます。次に、収集です。ゴミ、トラックの効率の良いルートを計画するために使われます。また、推進ネットワークにも利用されています。データの流れのパースを分析することができます。最近では DNA 分析やバイオインフォ
インフォメーショントゥクトにも使われています。オイラグラフは現実の様々な質問で広く利用されています。これから練習問題です。今まで学んだことを使ってください。まず、グラフが連結しているかを確認します。次に、すべての頂点のデ具をけ見つけます。そして、奇数デガの頂点が何個あるかを数えます。もしゼロなら、オイラそしたが存在します。もし二つなら、オイラパスが存在します。もし三つ以上なら、非オイラグラフでよく考えて、そのグラフを分類してください。理解を深まるために自分で解く練習をしてみましょう。最後に今日学んだことを復唱しましょう。オイラパスとはすべての返信をちょうど一度だけ使うパスです。オイラーグラフとは、オイラーサイケットを待つ連結グラフのことです。グラフがオイラーグラフであるためには、すべての頂点が偶数で語を持っている必要があります。もし奇数で語の頂点がちょうど2つあれば、オイラーパズが存在します。もし2つ以上あれば、非オイラーグラフです。今日はオイラーグラフの定義、条件、方法、そして応用について学びました。これらはグラフ理論における非常に重要な概念です。これで私のプレゼントショーを終わります。ありがとうございました。この動画が役に立ったら、ぜひ、いいね、コメント、シェア、そしてチャンネルへ登録をお願いします。また次の動画で会いましょう。